皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。今回はボディ塗装からインテリア完成までを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずはボディ塗装から行ってまいります。このキットのモデルである3代目ローレルのイメージカラーはカッパーメタリック。当時設定されていたカラーははっきりとはわからないのですが、カタログを見たところホワイトやブルーなどオーソドックスなカラーまで幅広くラインナップされていた様子。その中から今回はダークブラウンをチョイスし仕上げてまいります。使用した塗料はクレオスの C29 鑑定色が 90% とファインシルバーが 10% で調色。ボディ塗装の工程としてはそれぞれいつも通りの3工程。1工程目は各曲線や角と呼ばれる部分を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目は各部ムラのないよう塗装をしていきます。続いてシートの成形です。キット付属のままですと背もたれがとんでもなく薄くバランスが悪いので成形していきます。成形の準備としては型を簡単に取ることができる型思いとレジン液にブラックライト。まずはシートパーツ裏側を型思いに押し付け型を取っていきます。押し付けた型思いを30分ほど放置し、パーツを型思いから外した後、レジン液を型思いに流し込みブラックライトを照射。少し乾燥させ複製されたレジンパーツを剥がします。その後パーツの端々をならし、元のシート背もたれにセメダインハイグレード模型用接着剤で接着。パーツとパーツの間にできた隙間に UV 接着パテを盛り、再びブラックライトを照射。固まったらペーパーヤスリでならし完成です。次にエアブラシを使用した塗り分けを行っていきます。下回りに関してはシャシーは成型色をそのまま利用し、エンジンのミッションケースにマフラー、ショックアッセンブリーなどに対しメタリック塗料を塗装。メタリック塗料指定パーツは例えばマフラーの太鼓部分はフラットアルミ、エキゾーストパイプ部分はクレオスのスーパーチタンに塗装するなどし、素材の違いを表現しました。ホイールパーツはリム部分が別パーツとなっており、本体の塗り分けがとてもしやすく、こちらはゴールドを吹き付け。インテリアパーツの塗り分けはネットで見れるローレルのカタログを参考に、タミヤのフラットブラウン、クレオスのウッドブラウンとサンディイエローの3色のカラーを使い塗り分けをしました。クリアパーツはフロントバンパーのマーカー部分にはスモークを入れ、他は説明書通りに塗り分けを行っていきます。続いて筆を使用した塗り分けとなります。インテリアパーツがメインで、まずはガンメタ塗料から。カタログを見ても実に複雑なインテリアパーツ。こんな時はマイルールとして、とにかくベースとなる塗料から塗装をし、その上にカラーを重ねていくことにしています。ですのでまずはガンメタ、その次にセミグロスブラック、クロームシルバーとクロームマーカーの順で一つ一つの塗料をしっかり乾燥させた上で重ねていきました。ハンドルやシフトレバーには木目仕上げとして成型色をそのまま残し、その上からクロームシルバーを成型色のブラックがまだらに残るようにドライブラシ気味に塗装。
塗料が乾いた後、クリアオレンジを上から重ね、木目を表現してみました。エアコンの温度シールとしてレッドとブルーを入れて、最後にエアコンルーバー部分などに墨入れをし、完成となります。次にドアノブとメッキモールの追加です。旧車の中でも高価設備が満載でゴージャスな雰囲気を持つローレルですので、メッキモール部分やトグルスイッチなどできそうな箇所をディティールアップしていきます。ディティールアップに使用したものは 0.4mm の真鍮線で、ドアノブ部分に関しては長さを測り、ゴッドハンドの先細ペンチを使用し、形を作った上でカット。内張りのモール部分も長さを測った上でカットし、セメダインハイグレード模型用接着剤で接着。他にもこの真鍮線を利用し、センターコンソール内のトグルスイッチを増設してみました。接着が乾いた後、クロームマーカーで塗装をし、完成です。続いてデカールの貼り付けとなります。ナンバープレートやサイドのエンブレムに、ダッシュボード内のメーターはキット付属のものを使用し貼り付け、綿棒などで水気を取りながら貼り付けを行いました。旧車のマストアイテムでリアトレイに鎮座するスピーカーはパーツとしてキットに付属しており、せっかくなのでロンサムカーボーイとし TSX12 のデカールを自作し貼り付け、雰囲気を出してみました。ダッシュボード内のメーターデカール部分にはレジン液を流し込み、ブラックライトを照射。メーターカバーとしディティールアップ完了です。次に下回りの組み立てとなります。仮組みの際、つらい位置具合は好みなのですが、車高が低くとってもやんちゃすぎるスタイルでしたので、フロントを 1mm、リアを 1.5mm ほど上げる加工からやっていきます。まずはショック部分。ショック先端にある取り付けダボは車高を上げることにより詰まり、ダボがなくなってしまうので、切り取ってピンバイスで穴を開けた後、1mm の真鍮線を入れました。付属の車高調整パーツプラスポリキャップを 1mm にカットしたものをダボ部分に取り付け、さらにロアアーム接着部分も寸足らずになってしまうので、 1mm のプラ板を取り付け部分に接着し、穴を開け加工完了。それぞれのパーツを取り付けていきます。リアはデフ部分の取り付けダボに 3mm の穴を開けた 1.5mm のプラ板をカットしたものを取り付け、あとはストレートに組み立てを行いました。これで車高を上げた下回りが完成です。最後にインテリアの組み立てとなります。塗装も終わり、あとは組み立てていくのみのインテリア。まずは自作したシートベルトのバックルを取り付けていきます。あらかじめ開けてあった穴に対し差し込み接着で完成。ハンドル周りはキーシリンダーの再現とし、アドラーズネストブラインドリベットヘッドの 1mm を取り付けてみました。次にカーペットです。ダイソーのフェルト生地を長さを測りカット。前後それぞれセメダインハイグレード模型用接着剤で接着。接着が乾いた後、フロントシートにダッシュボードを取り付け、インテリアの完成となります。小さめのおバステに
パイオニアのスピーカーなどで当時の雰囲気を醸し出しつつ、ローレルの名のもとに気品と当時の雰囲気を融合させたようなインテリアになったかと思います。今回はここまで。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。